先輩方、私なんだけど、今日はちょっと一風変わった話をしようかなということ。それで、今から言うことに関することを言うのは、おそらくこれが最初で最後かなということ。あと、こればかりは興味があるものだけ知ればいいと思うから、興味がないものというのはもちろん見なくても構わないということかな。それで、この名前を見たことがあるものというのが、少なからず一人はいると思う。いや、10人ぐらいいるかな。いや、もっといるかもしれないけど、最近はだいぶ少なくなってきたかなということ。要するに、私の本名がこの名前ではないかということを疑われているということだな。しかし今は本当少ない。昔ほどではない。昔というのは2016年ほどではない。けれども、今でもメールだとかが来るということ。これが本名じゃないかと疑われるメールというのが今でも来るということ。それで一体本当はどうなんだ、一体どうなんだということをこの場で今回ははっきり言うわけなんだが、はっきり言うけど全然違うということ。一文字も該当していないということ。だから今まで信じていたもの、この名前だと信じていたものというのは、ショックかもわからないけれども、違うから仕方がないということ。私の本名は漢字4文字で、もっと言えば名字の頭文字というのは岡で始まるということ。もう全く違うということ。だから、当時はもちろんなんだけど、今であっても全然ノーダメージだということ。これは別に強がっているわけではなくて、本当に違うということ。しかし正直なところ、信じなくてもいいと考えている。むしろ、なんていうか、私の暗示というのは、特にね、落ち込むかもわからないから、精神衛生上信じない方がいいかもしれない。だってね、今までね、全部間違ってたとか、さすがに恥ずかしいかもしれないからね。じゃあなんで最初から言わなかったのか。最初から違うと否定しなかったのか。否定するわけがないということ。間違った名前が広がった状態を想像してほしいんだけど、例えばね、人、例えば私自体にその懸賞金がかけられた犯人、自分が犯人だとする。犯人が自分だとする。それで、周りは全力で全く違う人物を追いかけている状況を想像してほしいんだけど、そういった状況で、その人違いますよ、間違ってますよ、というわけがないでしょ。絶対に言うわけがないでしょ。みんな間違っている人を追いかけているのに、そいつ違うとか、俺が本当だからとか、自分から自ら言うわけがないということ。だから当時は絶対に言えなかったということ。今は言える。なんでかって言ったら、その追いかけている人がもうだいぶ少なくなったということ。飽きて。だから今違うと言っても別にね、全然問題ないと思って言っているわけで、当時は絶対に言えなかったということ。しかし当時というのはね、その間違った名前を未来人が掘られたとか、未来人の本名が掘られたとか言われていたんだけど、ワクワクする感じが面白かったということ。必死で掘った名前というのはもちろん違っているけれども、追跡ゲームを誘導するみたいな感じで非常に面白かった思い出というのはあるということ。誘導って何とか思うかもしれないけど、分かりやすく言うと、ネットってインターネットというのは情報を操る側の人間と情報から操られる側の人間に分かれてしまうということ。もちろん割合的には後者の方が多い。操られる側の方が圧倒的に多いということ。大事なのでもう一度言うけど、インターネットというのは情報を操る側の人間と、あとは情報から操られる側の人間に分かれてしまう。そして割合的に圧倒的には後者の方が多い。操られる側の方が圧倒的に多いということ。これはノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹の名言。真実はいつも少数派だっけ。これにも該当するよね。だから今だから言うけど、当時騒いだ人たちというのも申し訳ないけどコントロールしたと正直に言っておく。人によってはね、ショックを受けるだろうから、あまり詳しいことは言わないでおくんだけど、当時の人たちのスキルって限られていて、その限られたスキルをうまく
使用して実在しない架空の人物へ誘導できたよって、こちら側の意図的に違う方向へ群衆を一気に移動できたということかな。だから例えは悪いけど、魚釣りを邪魔をする餌取り雑魚に巻き餌をぶん投げただけ。もちろん雑魚は巻きを一生懸命食べるでしょう。ただそれだけのことだということ。例えは非常に悪いけど非常に分かりやすいかなということ。しかし残骸として残ったのは本当に日本に実在するその無関係なこの名前の方々ということ。私の本名をね面白がってこの名前だと確証のないまま勘違いしてしまった結果、全く私の本名とは違う名前を誹謗中傷してしまい、そして本当に実在する人物たちを私の当時のアンチが中傷してしまったことかなと。だから私が当時のアンチに代わってここで謝っておこうかなということ。3年間名前を間違ってました。全然違う名前を間違ってました。すいませんでしたと謝っておきます。アンチの代わりにね。そうそう、あと一つせっかくだから暴露話をしようかな。2016年4月15に私はインターネット掲示板に登場したわけなんだが、もちろん熊本地震を的中させたということで世間は騒いで少しばかり混乱したということ。その時に偽物も非常に数多く存在したということ。その偽物の中に知っているものは知っていると思うんだけど、関西の荒井と称して各メディアでニュースとしても取り上げられたほど有名な偽物というのが存在するわけなんだが、その関西の荒井が書いた謝罪文というのは実のところ私が書いたということだ。わけがわからないかもわからないから、簡潔に言うと、当時偽物、私の偽物というのが多数存在した。その中でも一人目立った偽物というのが存在した。これは別に有名とまではいかないけど、トランプが大統領にならないと書いた未来人だな、私の偽物。こう言えば分かりやすいかな。あと何だったっけ、5月11日に地震が来るとか言ったやつだな。分かりやすく言えばね。もちろんそんなの当たるはずがないということ。しかしながら当時その偽物を信じる者が結構出てきたということ。私の偽物だけれども、その偽物の発言を信じる者が結構出てきたということ。しまいには NHK が注意喚起をするくらいその偽物を信じる者が多く出てきたということ。これはまずいと考えた。なぜならば私が外したと思われるからだ。今でもいるんじゃないかなと思う。トランプ外しましたよねとか。それほどその偽物というのを信じる者が多く出てきたということ。これはまずい。もちろん5月11日に大地震が来ることもなく、トランプが当選しないといったことももちろん外れるわけで、これがまかり通れば私の信頼度がガタ落ちしてしまう。偽物が発言したのになぜか私の信頼度が落ちてしまうということで、私が関西の荒井と称してこの間の発言は申し訳ございませんでしたうんぬん書いた文を掲載したということだ。私の偽物になりきってだな。変な話だけど、だから不思議に思ったものというのはいるだろうと考えている。なんでかって言ったら文中にLINE アットの ID なんかちょっと宣伝も入れながら掲載したからだな。しかしなんとかそれは乗り切ったということ。完全にケツ拭いみたいな感じになってしまったということだけれども、
決してこれは悪いことではないということ。そのまま放っていたら、その私の偽物というのは逮捕されていたかもしれないということ。だからね、その偽物の発言でホテルを休業したところもあったくらい。だからね、ということで、もう一度言うけど、情報を操る側の人間と情報から操られる側の人間にインターネットの世界というのはいつの時代であっても分かれてしまうということ。これから先ももちろんだけどね。さて今日はもうこれでこの話は終わりにする。最初にも言ったけど、この話をするのはおそらく最初で最後だと思うので安心してほしいということ。それでは失礼する。以上だ。